今日は大葉とトマトのさっぱり漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大葉とトマトのさっぱり漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の時期にさっぱり食べれる簡単おかずをご紹介していきます。今回はトマトと大葉を手作りのポン酢で漬けていきたいと思います。トマトに関しましては皮を剥いていきます。その皮の剥き方もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。トマト、大葉、お醤油、お酢、お砂糖、レモン汁、おろしにんにく、オリーブオイル。今回はこちらの材料で作っていきます。まずトマトと大葉の量なんですが、使う容器によってね、作る量は合わせていただくといいかなと思います。今回手作りポン酢につけていくんですけれども、そのポン酢がもし余った時はね、サラダとかにも使えるので、もし余ったらね、お野菜などにかけて召し上がってください。なのでポン酢の量もね、お好みで調整してください。ポン酢の比率なんですけれども、お醤油とお酢が2、そしてレモン汁とお砂糖が1、2対1の割合で作ってください。で、あとね、オリーブオイルとおろしにんにくはお好みで調整してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまず手作りポン酢から作っていきます。器にお醤油、お酢、そしてレモン汁、お砂糖、おろしにんにく、そしてオリーブオイルを加えます。これをですね、お砂糖が溶けるまでしっかり混ぜてください。はい、これで簡単な手作りポン酢は完成です。混ぜるだけなのでとても簡単です。ではこちらはね、使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。では続いて具材を切っていきます。まず大葉ですね。大葉はですね、さっと水洗いしてください。水洗いしたらですね、キッチンペーパーで水分をしっかりと拭き取りましょう。このようにね、しっかりと拭き取ってください。はい、こんな感じです。水気を取ったらですね、茎を揃えて一枚一枚重ねてください。では残りも同じようにね、水分を拭き取っていきます。はい、このように拭き取りました。そしたらね、大葉の茎の部分を切り落としましょう。はい、大葉の準備はこれで OK です。大葉の量もね、お好みで揃えてください。それでは続いてトマトです。トマトは今回湯むきしていきます。皮ごとね、食べたい方は皮ごとね、そのまま漬け込んでいただいても OK です。ただこの皮を剥いていただいた方が味が馴染みやすくなります。そしたらまずこのトマトのヘタをくり抜きます。トマトはね、結構転がるので手を怪我しないようにだけ注意してください。まずまな板にこうやって斜めに置きます。手で押さえて包丁の刃先を入れます。斜めに入れて、あとはくるくるくるっとくり抜いていきます。本当にね、怪我をしないようにだけ注意してください。はい、こんな感じです。このようにヘタはくり抜いてください。くり抜いたらですね、次は表面ですね。表面にはですね、十字に切れ込みを入れます。では切れ込みを浅く入れていきます。このぐらい、あとは十字にしていきます。はい、このように切れ込みを入れてください。では残りも同じように切れ込みを入れていきます。はい、このようにヘタを取って切れ込みを入れてください。ではこちらのトマトを湯通しして湯むきしていきます。それではですね、お鍋にたっぷりのお水を張ってください。そうしましたらこちらを一度沸騰させます。はい、それでは水が沸騰したので湯通ししていきます。こちらのトマトを10秒から15秒ほど湯通ししていきます。これはですね、トマトの大きさによっても変わってくるので、様子を見ながらね、調整してください。ではトマトを入れます。はい、 OK です。湯通ししてこのように切れ込み部分から皮が少しペロッと剥ける状態になったら取り出してください。このぐらいになったら氷水に浸します。こんな感じです。このまま1分ほど冷やしてください。では残りも同じように湯通ししていきます。はい、全部湯通しが終わりました。そしたらこのまま1分冷水で冷やしてください。それでは皮を剥いていきます。このようにちょっとね、ペロッとなってる部分から皮を剥きましょう。はい、そうするとね、このように綺麗に皮を剥くことができます。じゃあ全部剥いていきます。はい、 OK です。こんな感じで綺麗に皮が剥けました。それではね、残りも同じように皮を剥いていきます。は
はい、トマトの湯むきが終わりました。このようにね、つるんとむけて美味しそうに仕上がってます。ではトマトをスライスしていきます。だいたい1センチ幅で切っていきます。厚さはね、お好みで OK です。切るときはね、あんまりギコギコしすぎると身が潰れてしまいますので、1回でスッと切るようにしましょう。では切っていきます。真ん中ぐらいになるとちょっと切りにくくなるので、くるっと逆側にして低い方からね切っていくと切りやすいと思います。はい、トマトはこのようにスライスしてください。では残りも同じようにスライスしていきます。はい、トマトの準備はこれで OK です。それでは今からつけていきます。まずね、こういった保存容器を用意してください。そしてトマトを並べます。トマトを並べたら続いて大葉です。このようにね、交互にして並べていきます。はい、このように並べていきます。じゃあね、こちら側も同じように並べていきます。はい、このように並べました。結構ね、キツキツに入れました。だいたいね、この容器だと3個分ぐらいでしたね。こちらは調整してください。余ったトマトはね、他の容器でつけていきたいと思います。そしたらね、この上から作っておいたポン酢だれをかけていきます。はい、OK です。それではですね、ここにピタッとラップを貼り付けます。そしてこのまま冷蔵庫で1時間漬け込みます。はい、1時間経ちました。ラップを取ります。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これで大葉とトマトのポン酢漬けの完成です。こんな感じでポン酢がしっかりと染み込んで美味しそうに仕上がってます。食べるときはポン酢を絡めて大葉とトマトを一緒に召し上がってください。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。しっかり味が染みててすごく美味しいです。とてもみずみずしいですね。大葉の香りもいいんですけれども、少し入れたニンニクが味のアクセントになってます。そしてね、トマトにもしっかり味が馴染んでます。美味しい。もうこれはいくらでも食べれますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉とトマトのポン酢漬けのポイントです。まず今回はですね、トマトと大葉をポン酢で漬けました。このポン酢は手作りしたんですけれども、市販のポン酢を使っていただいても OK です。その場合はですね、味はお好みで調整してみてください。市販のものを使うときは市販のものにプラスオリーブオイルと、あとはすりおろしニンニクを入れていただくとちょうどいいかなと思います。あと甘さに関しましてはお好みで調整してみてください。そして大葉なんですけれども、大葉はね、水洗いしてからしっかりと水分を拭き取るようにしてください。そしてトマトに関してのポイントです。トマトに関しましては今回皮を剥いて使いました。そうしていただくことで味がとても馴染みやすくなります。ただ皮付きの状態にしたい場合はもちろん皮付きの状態で作っていただいても OK です。両サイド切ってるので味はね、しっかりと染み込むと思います。より味を染み込ませたい場合はぜひ皮を剥いて作ってみてください。そして湯むきする時のポイントです。湯むきする時はまずヘタの部分をくり抜いてください。くり抜く時は包丁で怪我をしないようにだけ十分に注意してしっかりね、トマトを固定してくり抜くようにしてください。あとはですね、十字に切れ込みを入れていただいて、沸騰したお湯で10秒から15秒ほど湯通ししてください。この湯通しの時間の目安なんですけれども、切れ込みを入れた部分がペロッとね、少し皮がむければ OK です。これはトマトの大きさとかによっても変わってくるので、湯通しの時間は調整していただけたらと思います。そして湯通ししたトマトは1分ほど氷水で冷やしてください。そうすると簡単に皮をむくことができます。あとはトマトを切って漬けるだけなんですけれども、トマトを切るときはあんまり包丁でギコギコ切ってしまうとトマトの汁が出てしまいますので、できるだけね、1回で切るようにしてください。そうすると仕上がりも綺麗になります。あとはですね、トマト大葉トマト大葉と交互に挟んで並べて、そしてポン酢をかけて冷蔵庫でしっかり冷やして召し上がってください。こちらのトマトと大葉の量に関しましてはお好みで変えていただいて OK です。ポン酢の量もね、調整していただけたらと思うんですけれども、今回作った分量で作っていただいて、もし余ったらお野菜とかにかけて召し上がっていただくといいかなと思います。今回使ったね、ポン酢の漬け汁なんですけれども、再利用するときはお鍋に移して一度一煮立ちさせて、そして調味料として使っていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大葉とトマトのポン酢漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こ
こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。